出てる情報は医学的に言っているその情報、医学的に言ってる脳ということで、そういうことを言ってるじゃないですよ。その人の一番最初にその人と関わった MT ですけど、関わったところのその人っていうのを医学的なこう人体という形で関わるのか、あくまでその人の全体っていうのをどう考えるかですけど、私が言ってるのは CW メソッドっていうそういうもの、あるいはフィロソフィーっていうのがどういうものかというと、その人は存在する意味という必要が 100% あるんだということにおいて、そういう意味があることで今存在している。私もそういう者同士が向かい合った。その向かい合う理由は、その人がどうして私のところへ来たのかといういきさつもある。その理由を私は努力してそういうものを出したという、私がそういう意思があるからそういう活動をしたし、そういう活動をする以前にそういうことがあったからそういう方向に来たというものをずっと持ってるわけですよね、自分の存在の中で。そしてその人の存在の中で私と関わるラインがあった上で来てるっていう設定をしているってことですよ。皆さんはただ看板を出してるからそれを見て人に来る、ここにはないんですよ、それが。そして医学っていうのはそれが前提です。ここが全然違う。そういう人は私は見ないんです。最初からその設定の上でしか関わらない。その設定の上で関わる場合においては、今のそれが出来上がってるんです。だから最初からその人はそういう脳の情報で来てるし、私もその脳の情報でいるし、今やったことがいいかどうかっていうのは、じゃあ今骨が左右で見た時に右が小さいなということを私は自分のセンサーで確認した。みんなに見てもらうと、もうそれはみんなもそう思うというと、じゃあ結構じゃあ医学的って言っていいかどうか分からないけども、みんなのその感覚から言ってやっぱり右が小さいというのがあったけど、私は全然それは問題じゃないですよ。みんなのどう思うか関係ない。私は右なんですよ。私は一人でやりますから、右の問題ということの上で、それはどうしてそうなってるのかというと、さっきああいう順番でずっと問題化してきたわけですね。そしてこれは良くすることが目的ですから、じゃあその前にどういう流れからそうなってるのかということを脳の情報を読んで、その流れを作って、そしてこの先どうなるのかということにおいて、その分岐点、過去から現在から未来においての分岐点のそこで私が接するわけですから、その時に何をやるべきかを読んで、そしてそれが今言った第三血上骨で、そして前脛骨筋で、そして交互位でということを全部出して、そしてその上でやるということにおいての未来においての結果っていうのを、その時に私がキャッチしながら進めない限り意味ないわけですよ。いつその時に、医学的に習ってきた技術をその時に診断して、じゃあやればいい。ただ普通の治療みんなそうですよ。私は全く違うのは、ほとんどリンクします。ほとんどリンクしながら、本人の脳というよりは、脳はその人の存在の意味、流出を持っている一番最初、そこからスタートしてるわけですから、私もそこから、だからそこにずっと問いかけてるわけですよ。その人じゃないんですよ。ここに実際にその体はあるわけですけど、やってることにおいて起こってくる現象のほとんどはここからです。ここからです。ここに自分がリンクしてることですよ。そしてその人、こちらがその人をそこにリンクさせることですよ。そこから読論は始まった。これが CW メソッドの考え方ですけど、そういうところから始まってて、そして今やったことがこれから未来においてどうなるかということを瞬間に聞いてる、聞きながらその方向でいいんだということの上でアジャストするわけですけど、アジャストというのは今のラインが一つにつながっていること、これが自家合わせですから、これがつながっていること、今度8月アジャスト合宿ありますけども、これがつながってない限りはこのセンサー、今やったことがそういう方向においてこれから何ヶ月後に起こるか分からないけども、それをキャッチできる、それがあるからこそキャッチできるということですよ。でその感覚があえてどのぐらい先かということを聞くと1週間ものによっては1週間というものもあれば、2週間というものもあれば、半年というものもありますよ。あるいは1年というものもありますよ。っていうことをキャッチしてるから、大丈夫 OK です、いやまだ痛いんですけど、いや大丈夫、それはもうそ
そのうちなくなるし、一番メインにしてるものは、それは何ヶ月経っていけばそうなっていくし、もう来年のその時期には OK ですって僕は言うわけですよ。それは YouTube でもいくつもありますけど、それはそういう意味においてそういう言い方ができるということですよ。もうキャッチしてるわけですから、そのキャッチ言えばやったことで起こる現象、結局未来ですけどっていうのをもうキャッチできてるんです。でそれがどれだけその確率が高いかはもう散々やってきたんですよね。やってきてもう分かってるわけです。だからそういうふうに言える。で本当にそうなのかということを何度も確認してきて、やっぱりそうなんですっていうのを持ってるということですよ。だから人の役に立つことをしたい。